どうも、この動画ではバージョン1.2前半の工場と図面を皆さんにシェアしたいと思います。まずは1.1から1.2での主な変更点から説明します。新しい拠点、首相で尺度60個毎分、非動部品3個毎分、そして重食場用の食場60個毎分を生産しています。注意点がいくつかあります。青鉄は半分の倉庫に戻して15個毎分だけを使用しています。副産物の沈殿酸は排水機でそのまま放出します。ループバックスで使いたい場合は化学反応炉を一気に直接つないでください。移動部品は砲台などの他の使い道もあるので、移動装備部品の生産は通過制御口でオンオフするようにしています。次に、計力ここです。いくつの生産設備の位置を調整して、青鉄と注射剤の前にバランサーを追加しました。このようにコンベヤーを2つに分けて半分の強薬貯蔵箱に入れると生産効率を 50% に抑えられます。貯蔵箱のオンオフで効率を簡単に切り替えられます。切り替えが不要な場合は包装機につながるコンベヤーを1本だけにしてください。そうすると包装機がボトルネックになって充電器でのボトル消費量が半分になります。非動生産で尺度を120個毎分使うので、尺度ボトルはコンベヤー2本から1本、尺度部品は2機から1機に減らしました。最後は無料です。大型化学反応炉が追加されたことで、上層生産がかなりシンプルになりました。この図面を使うとき、重食場を作る場合は、排水処理器をオフにして、転入航路を手動で追加してください。生成器の副産物の水は排水器で処理します。ここからは工場ゲームでよく使うアイテム分配方法について簡単に説明します。分配方法は分岐器の置き方によって主に2種類に分けられます。マニフォルト、拡張性が高く後から簡単に調節できるのが最大のメリット。ただし先頭の生産設備から順にアイテムが溜まっていくので初動が遅いのが弱点です。バランサー、すべての設備に均等にアイテムを分配できます。ただし設備数が多い場合はすごくスペースを取るのがデメリットです。このゲームの場合、分配が必要になるのはほとんど液体ですし、パイプの冷凍的にも反応の4基分くらいまでしか扱わないので、バランサーのスペース問題は切りられません。ちなみに分岐器を使わない定時シンという方法もありますが、あれは最後尾からアイテムが溜まっていきます。なぜバランサーの話をしかったというと、大型化学反応炉を使って上層生産を簡略化する場合、バランサーを使わないと絶対に詰まります。
理由は上昇の副産物、汚水です。反応炉の中で汚水スロットに空きがないと上昇のレシピ自体が止まってしまいます。つまり、供給足す副産物の生産が消費と完全に一致していないとダメなんです。具体的に、上昇レシピは 50% の効率で稼働して汚水を15個毎分生産します。そして上昇廃棄レシピは汚水を30個毎分消費します。つまり、パイプで供給する汚水は15個毎分にしなければなりません。そこで60個毎分の汚水をバランサーで4等分すればちょうど完璧に回るというわけです。もし糞にも反応炉が詰まったら、この方法で手軽にリセットできます。こうして反応炉をコピーして置き直しすれば、アウトプットの設定を失わずに済みます。今回の説明は以上となります。いかがでしたか？もしこの動画が役に立ったら嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。